こんにちは、大工の長安です。今回はこの現場最後の仕事になる外部に置く薪小屋を作っていきたいと思います。今回は薪小屋を作っていきます。奥行き400の片流れの薪小屋です。幅は3メーターほどあります。原寸図を書いて形を確認しておきます。材料はヒノキの100号角になります。この材料で柱、土台、桁全部の材料を取っていきたいと思います。これはアルミの尺竿です。尺竿というのは昔は木の細い胴縁みたいなだいたい30ミリ角ぐらいの長い棒に寸法をメモって、それで家でも何でも炭したもんです。それがアルミの箱状になったスケールみたいなもんですね。それで各パーツを炭していきます。材料はプレーナーで削れている製品なので、墨はボールペンでしていきます。きれいに描けます。楽ですよ。材料の寸法が同じなので、土台とかつなぎとか柱とか取り合わせは材料は無駄になりません。これで炭ができました。小さな建物なんですけども、割と部材は数多くあります。それでは刻んでいきます。まず柱から刻んでいきます。小屋ですから外に立つ雨ざらしの薪小屋です。だから金物は使いたくありません。どうしても錆びるので、敷地は栓打ちにしたいと思います。薪小屋といっても一応化粧なので、穴の掘る部分を飲み打ちします。そして穴掘りで穴を開けていきます。敷地が米栓打ちにするので、穴は目いっぱい深く掘ります。ほども目いっぱい長くつけます。部材が細いので、穴を掘った残りの肉厚が薄いので、なかなか穴は掘りにくいです。残りの肉厚が15ミリしかないので、必ず下に柱を1本添えてやって、そして穴を掘っていきます。そうでないと一番下行った時に下の部分が割れることがあります。深い時の穴の掃除はより慎重に下に柱を置いて掘って仕上げます。柱の長さを切ります。一度に大丸で切ります。今度は土台と桁を刻んでいきます。柱と同じように線穴をドリルで開けて、そして細穴を穴掘りで掘っていきます。アリの部分を刻んでいきます。このオイレルーターの刃が少し切れやんでいるので、アリの頭の部分に飲み打ちをしてやります。
この機械はオイレルーターというんですけども、オイレとアリと両方できる機械です。今は小刻み少なくなりましたけども、バンバン各大工が刻んでる時は道具の中で一番怪我のする道具の一つです。どうしてもこの刃のとこに手がいったので、よく指を切ったり飛ばしたりしました。でも便利な機械です。煙のように見えるのは刃が切れないのと、材料が人幹なので非常に乾燥しきっているので燃えているのではないんですけど、煙のように粉が鳴ります。小さい敷地ですけども、こちらが本来のオイレの刃の加工ですね。そしてのみで穴やアリの掃除をして敷地を仕上げていきます。桁の上刃にタ木の小返りを書いてあります。小返りは勾配通りきちっと書いてやらないと、木をビス止めした時に桁が固まってしまいます。だから勾配通りきちっと取る必要があります。補導をつけていきます。この機械はアリ鎌補導取りと言います。アリも鎌も補導も取れます。カバーをきちっと前にかけて使うのが本当なんですけども、カバーをしますとなかなか見えないのと、カバーがスムーズに動いてくれません。材料がもう少し大きいといいんですけども、少し横着して使っています。危ない機械ですけども、大工道具の中では本当に便利な機械です。この機械がないとなかなか手刻みをしようかなと思いません。補導の面を取って仕上げていきます。アリは下刃から30ミリだけ切り替えてやります。アリは入りやすいように大きめの面を取ってやります。歩道にドリルで線穴を開けていきます。線穴の位置ですけども、穴と歩道では3ミリずらしてあります。3ミリ引き寄せるように効くようにずらしてあります。線を打つと嫌でもひっついてくれます。材料が刻めたので電気ガンナで仕上げていきます。刃が切れれば電気ガンナできれいに仕上がります。屋根の材料を作っていきます。巻き小屋の屋根はブリキは巻きません。板を直接化粧に見せて作っていきます。正直ブリキよりは持ちは悪いですけども、小屋らしくなってかっこよくなります。
ハブ板を屋根勾配通り作っていきます。ハブ板も屋根板も薄木板ですけども、赤身だけで作ります。赤身で作りますと腐りません。結構長持ちしてくれます。屋根板は4枚で買ってやりたいと思います。少し割り付けが悪いので、1枚だけ引き落として重なりの部分を勾配に削ってやります。割と板が厚いので重なりの部分が無理がかかります。だから少し勾配に取ってやって貼ってやりたいと思います。ハブ板にも飾りで水たれをつけておきます。これで全部刻みました。まず土台を据えていきます。アンカーボートをまっすぐしてナットを外して印をしていきます。小さな小屋ですけども、アンカーをしっかり締めておかないと台風が来た時に隣へ飛んでいっては大変です。土台の上場にすのこを張るのでアンカーボートを出してありません。だからダボりをして収めていきます。アンカーボルトの周りというのはなぜかしらコンクリが高くなっているケースが多いですね。一応外っておきます。土台を収めます。アンカーボルトは土台の押さえ勝手になる方に入れます。敷地の本体側に入れるということですね。アンカーはしっかりと締めます。そして線の線メチをつけてやります。柱を立てて組んでいきます。実は昼からやったんですけども、雨は降ってくるし慌てて組んだら1本だけ逆さま組んでしまいまして、これ直すのに大変苦労しました。小さい小屋なんですけども、あちこち歩道をつけたのでなかなか踏みにくいです。
だから根ほどは浮かして組んであります。胴縁1本浮かしますと上で広がってくれます。横のほどが全部収まった後に一緒に柱を下ろしていきます。線を打っていきます。線は3ミリ寄るようになっているので打てば必ずひっついてくれます。タルキを止めていきます。タルキは作業場で切ってきてあります。現場で少しでもゴミが出ないように、長めのビスで止めていきます。これは後ろの部分の鼻隠しになります。雨が少しでも吹き込まないように後ろだけですけどもつけておきます。ハブ板をつけます。ハブ板はステンの丸頭釘で留めます。屋根板を張っていきます。屋根板は横は出しません。横は大だるき風にして小口は止めていきます。これハブ板の内面いっぱいで長さは切ってあります。20ミリ程度重ね合わせて屋根板もステンの丸頭釘で止めていきます。下からは屋根は結構高いんですけども、家の中から見た場合は目線より下になります。よく見えます。だから釘の間隔もきれいに打っていきます。この板の真ん中に細いパッキン材を入れています。板の真ん中にも一本釘を打ちたい。やはり雨に直接当たって次にまた太陽に当たって反ったり膨らんだり反ったり膨らんだりを繰り返します。だから真ん中もしっかり止めていかないと板が割れてしまいます。一番手前の釘だけは板が一重になるので釘が長かったんです。だから番線切りで切ってやって長さ調整をして使っていきます。ハブ板の長さを切って小口を削っておきます。このまま大だるきを打って屋根をやってしまいたかったんですけども、雨が降ってきたのでスノコと側の抜きを先打っていきたいと思います。土台にザボリをしたのでウレタンで埋めておきます。スノコの受け材を入れてやります。外回りに打つ抜きの割り付けをします。外回りは抜きを打って仕上げたいと思います。まず後ろ側から抜きを打っていきます。この後ろ側は境界いっぱいに立っています。隣の屋敷からしかできません。横着して隣の屋敷に入らせてもらっています。後ろはもう見えませんからビスで止めます。
こはもちろん見えますので、化粧のステンの丸釘で打っていきます。やはり見える部分はビスで仕上げるよりは丸頭の釘で仕上げてやった方が綺麗に仕上がります。反対側も同じように釘で留めていきます。雨が止んできたので屋根を早急に仕上げたいと思います。板の間にコーキングをして染み込んだ雨でも中へ入らないようにして、そして化粧のオーダー歩きをつけて仕上げていきたいと思います。膨らんだウレタンを切ります。そしてすのこを貼っていきます。すのこはビスで留めます。巻き材を置けば見えることはないのでビスで十分だと思います。小さい建物の割には結構苦労しました。これで一冬分の薪入りますかね。これで薪小屋できました。刻み始めから4日間かかりました。丈夫な薪小屋です。大工の翔也でした。